ていることって。眠すぎる。美味しい。最近ねアイスコーヒーにハマり中です。髪もね綺麗にしてきたよ。マジでさっきまでヤマンバみたいなビジュアルだったんでね、ちょっと視聴者さんにこいつ山から降りてきたんかみたいに思われたらちょっと困っちゃうので、綺麗にしてきました。今日は勉強モチベ高い日かもしんない。いやわかんない。午後になったら弱音吐いてる自信しかないから、ちょっと今のは取り消すんだけど、朝のねやる気のある時間帯のうちにできるだけ進めたいと思います。3時間終わりました。いい感じの進み具合。お、だいぶいい感じかも。アールグレイグリークヨーグルトっていうのを作りたくて、昨日の夜にこういう感じでキッチンペーパーにヨーグルトを包んで水切りをしたんですけど、だいぶ抜けてる方なんじゃないか。どうなんだろうこれ。成功してたら嬉しいんだけどどうかな。結構いい感じかも。ほら完全に固形になってる。よかった、嬉しい。めっちゃいい香り。いただきます。すごいもちもち。めっちゃ美味しい。超クリーミー。わあ、今日はアールグレイパーティーだ。そうだ、最近ね20歳にしてようやくアニメというものの魅力に気づいてハマりつつあるんだよねっていう話を前回の動画にしたんですけど、その時におすすめのアニメありますかっていうのをお聞きしたら、コメントでね皆さんすごいたくさん教えてくださって、とりあえず全部メモしましたせっかく教えていただいたので、ちょっとどうせだったら全部見たいなって思ってるんだけど、まずはサマータイムレンダーを見ました。なんか娯楽が増えた感じで嬉しい。着替えてきました。今からスタバに行って勉強の続きをしたいので軽くメイク中です。皆さんは人の恋愛話を聞くときに気をつけていることってあったりしますか？なんかね、私は一応ね人の恋愛話を聞かせてもらうときは、女の子だから男の子が好きだよねとか、付き合ってる相手は彼氏だよねとかって決めつけるのがなんかあんまり好きじゃなくって、なんか絶対恋人とか付き合ってる人っていう表現をしようっていうのを勝手になんか自分で決めて昔からやってるんですけど、高校生の頃はこの詰めがちょっと甘くて、
1回だけ失敗したことがあって、マジで本当にそれを定期的に思い出すんですよ。もう今日もさっき急に思い出してうわーってなったんだけどなんかね、同じクラスになった女の子からね、彼氏いるのって聞かれたんですよ。でその時はいなかったので、いやいないよって答えて、でその後なんかその時の私はね、彼氏いるのって聞いてきたってことは同じように聞き返してもまあ大丈夫かって思っちゃって、〇〇ちゃんは彼氏いるのって言ったら、あ、私は女の子と付き合ってるのってこうちょっとスンとされて、でその後その子が他の子と彼氏って決めつけずに聞いてくれる人がもっと増えたらいいよねみたいな言ってるのが聞こえてきて、こう彼氏いるのって聞かれたから同じように聞き返しただけなのにみたいな、バスの中でも下唇を噛み締めながら過ごした思い出があります。なんかもうほんと定期的に思い出す出来事で、ほんとあれは反省だ。We both know our roles and there's zero conflict. It's called a system, gentlemen's cabaret. Absolutely not. Yes. You want to get super... ああ、麦茶美味しい。てかこの服似合わなさすぎない？骨スト向きじゃないよね絶対。マジガンダムがよりガンダムになってる。これも絶対インした方がいいんだろうけど、まあちょっともう楽にさせてくださいさて今からはもう一踏ん張り勉強頑張ります。さすがに疲れてきた。やりたくないけど勉強の内容自体は割と楽しくやれてるので、この調子でね夕方まで頑張ろうと思います。包丁の切れ味が悪すぎる。薄い。オッケーかも。
ってきました。お腹すいた。いただきます。わあ、止まる。これ美味しい。好きかも。さあ、メインディッシュ。おお、ナスが光り輝いてる。いただきます。ナスうまー。マジで美味しい。前回の動画で作ったボタンクリップめっちゃ普通に活用してます。こういう感じでめっちゃ可愛いし、なんか作ってよかったなって感じ。ここ数日マジでマインドノートめっちゃ書いてる。2日間だけで9ページ書いたりしてる。軽くモザイク入れてると思うけども、こういう感じでびっしり書いてますね。なんか最近は寝る前にこう電子機器を触らないように気をつけてて、だから代わりに本を読む時間とかマインドノート書く時間が前よりさらに増えたんだけど、なんかやっぱさ、いろいろ考えすぎちゃう性格だからか、本読んでたりマインドノート書いてたりするともうどんどん脳が活性化してきちゃって、なんかもういろんな考えがもう次々と浮かんで興奮状態みたいになって逆に寝れなくなっちゃうんですよ。なんかもうもはやスマホ触ってた時の方がまだ寝れてたんじゃないかなっていうぐらい、なんか最近睡眠がうまくいかなくて、一昨日とかも、前にねいじめ体験談みたいな感じでちょっと動画にしたことがあるんですけど、そのいじめの PTSD 的なのがあって、心療内科に数ヶ月に1回ぐらいね今も通院してるんだけど、夜中になると私のこの PTSD ってちゃんと治るのかなとか、トラウマっていつかはなくなるのかなとかって考え始めちゃうんですよ。もうそうなったらもう不安がもう増幅しまくってどんどん寝られなくなっちゃうんですよね。困ったもんだ。でも似たような経験してる人ってたくさんいるんじゃないかなと思うんですよ。こう夜中に突然嫌な思い出とかを思い出して暗い気持ちになっちゃったり、自分を責めるような考えばかりが頭に浮かんじゃったり、なんか今日一日起きた嫌な出来事とか自分のミスとかそういうのばっかりが思い浮かんで、どんどんなんか自分がダメな存在に思えてくるみたいな、そういうことってあるよね。なんかこの画面の向こう側に同じような人がいるのかもと思ったら、なんかちょっと悲しくなっちゃうな。なんかもう大丈夫だよってこう抱きしめてあげたいよね。